この試合、知ってますか？知りません。知らないですか？はい。本当か。本当か。11月15日に行われた、はいメインステージっていうスマブラの世界大会のグランドファイナル決勝戦に出ている MK レオ VS スパーゴっていう、メキシコの2人。メキシカンの2人が、メキシカン同士の、戦いが行われております。で、MK レオっていうのは、結構、スマブラ知らない人でも名前聞いたことあるんじゃないかぐらい有名な世界1位の選手なんですね。聞いたことあります？はい。MK レオは MK レオすげえ。スパーゴって聞いたことあります？は知らないですね。スパーゴ知らないです。結構なんだろうな、海外勢の中でも若いんですよ。16歳なんですよ。16歳。今年16歳の彼が、ここ最近もう突出した性能をもうどんどん伸ばしていってるんですけれども、突出した。今のシーン見ました？いや、見てないですよ。注目してないですから。今、やばいシーン出てたんですよ。見ていきますよ。じゃあ、僕が見どころ解説を。あ、本当ですか？まあ、それはね、今までの動画の中で、ある程度ね、解説してきますから。確かに。もう10本ぐらい言ってますもんね。じゃあ、スマブラ総起動時間0時間の力を見せてください。これはね、すごいね。結局いや、すごいよ。僕もね、あなたとね、一緒にちょっとスマブラをプレイさせていただいて、このスパーゴが使っている、穂村ひかり。あ、そうですね。使用キャラのちょっと説明をしてなかったですね。あ、そうですね。使用キャラが MK レオが、ファイアーエンブレムのベレスっていうキャラ。ベレス。剣持ちですね。剣キャラ。2人とも剣キャラなんですけど。で、スパーゴが、おっしゃっていただいた通りの穂村ひかりというキャラになってますね。で、穂村ひかりを使ったわけですよ。可愛いから。見た目重視。そう。そらそう。で、今最後に飛ばした時に、剣を振り上げて、バーンみたいな叩きつけるみたいな技。あれで倒してたと。倒してましたね。それが当てるのが、すごい。すごい。いや、むずいのやっぱり、あれ当てるのでもね。いや、間違いない。好きでかいですからね。そう。一応先に戦術しておくと、あれは確定させてました。前までの流れで。なるほど。ちなみに僕も初めて見たんですけど、このコンボは。こんなコンボあんだと思って。そこまでにつなげる展開というか、プロセスを初めて見ました。ちなみにその前の展開がすごい2点3点、レオの展開なのか、スパーゴの展開なのかみたいな感じのぐるぐるがあるんで、ちょっとじゃあそれを説明させていただこうと思います。じゃあここからいきましょう。まず、スパーゴが崖に出されます。ここで MK レオが崖の展開を持ってくるために、崖に技を置いてるんですけど、剣のこの振りかぶってるやつね。そうですね。剣ってやったやつ。これはもう普通に穂村ひかりとしては復帰をする選択するんですけれども、この上 B で帰ってくるんですけど、崖に捕まる前に、スティックを下に倒しておくと、上に判定が出るんですよ、剣に。ちょっと細かいテクニックなんですけど、その分隙も出ます、一応。で、それが当たって、ちょっと崖からどかすことに成功した崖捕まり。が決まります。で、じゃあそのまま飛んで上がるという状態から、MK レオは崖魔王なんで、崖魔王ってヘロさんっていうのがいたじゃないですか。ヘロさん前回ね、解説していた。ヘロさん超崖魔王なんですけど、MK レオは世界版の超崖魔王。なるほど。と、崖魔王の頂点。そうですね。スーパー崖魔王です、本当に。で、その人の崖を上がるために、じゃあ2段ジャンプここで波紋が出てますね。消費して上がろうとしてます。で、様子見ですね、このポジションは。で、様子見に対して、ジャンプでこう普通軌道行くじゃないですか。画面中央の方に行くための軌道があるじゃないですか。その軌道を阻止するために MK レオは技を打って、バリアですよね。当たっても医者足んなくてもバリアと。いうのを打ってるんですけど、スパーゴは引き完成を選択したので、これには当たらない。なるほど。で、じゃあそのまま落下からの展開になるんですけれども、着地をして、MK レオは、ちょっとここの意図は私、いつまで経っても読めないんですけど、台の外に回避します。回避したね。技を打ってくると思ったのか、読んだのか、そうですね。わかんないけど。展開的には、スパーゴが内側に入る展開になりましたと。いう感じです、ここ。で、そのまま思い切っても、グインと帰って、仕切り直しと。じゃあ、ここ仕切り直しして、で、ちょっと間合いを詰めてからガード。で、MK レオは一段ジャンプして、空中前攻撃を振ります。
はい。シュンと。おーっと。これはジャストガード。正解。ジャストガードへの反応がよろしい。そうですね。ジャストガードはやっぱりね、初心者からしたらさ、かっこいい。かっこいいからね。で、この綺麗にジャストガード入ってます。はい。この辺はお手の物でしょう。で、ジャストガードは、こんな感じで、ここでジャストガードが発生してるんですけど、技の発生に対して、ガードを張ってから、解除をして5フレームまでの間がジャストガード発生のタイミングになるんですよ。はいはい。ガードを解いた5フレームの間。そうです、そうです。で、スパゴがガードを解いたのは、ここですね。1、2、3、4。4フレーム目でジャストガードになってるという感じです。で、このジャストガード発生してから8フレーム。1、2、3、4、5、6、7。で、最初の8なんで、ここまで MK レオが空中にいるんでその場に留まります。なので、ガード解除の硬直をすべて隙をなしにできるんですよ。それがジャストガードの性質になってます。で、それが終わった後に、じゃあ2人とも動き出せますっていうポジションから、空中前攻撃。これは確定してるんですか？そうですね。あ、してると。そのままの横強攻撃が当たって、じゃあそのまま前詰めて、ここなんですけども、当てに行ってるんですけれども、当てなくても MK レオがこう前にジャンプとかした時に、帰ってこれないような、この攻撃が当たりますよっていう剣を振ってます。あ、バリアみたいなね。そうですね。ここより前に来んなよっていう。そうです、そうです。当てたい気持ちもあるけれども、当たんなくても、相手が後ろに下がらざるを得ないバリアを張ってます。有利な展開を作るための。そうです、そうです。で、MK レオの間合い管理が、気持ち悪いとしか言えないんですけども、当たってないんですよ、これ。で、僕もすごい思ったんですけど、なんかその技当たりたくねえなってだんだんリスク管理になってくるんですよ。リスク管理的に、こういう風な技を見たら、当たりたくねえなってより下がっちゃう。あ、なるほど。より安全なポジションに行こうとしちゃう。そうです。入っちゃうんですけれども、MK レオは、ここは当たんねえっていうのは知ってるんでしょうね。なるほどね。なので、空中上攻撃を振ってます。はあ。これがもし当たんなかった場合は、これに当たると。なるほど。いうのを振ってます。それこそさっきの横強攻撃から空中前攻撃っていうのが、光としては優秀なコンボなんですよ。なんで結構使うシーンが多いので、なるほどなるほど。それを見越してのもう空中上を振ってると。はあ。いうシーンが刺さってます。なるほどね。じゃあつまりさっきポコが言った通り、より距離を取ったりとか、安牌なポジションに行こうとしたら、これが当たらないと。そうなんです。つまり、間合い管理によって、ギリギリ当たんないところのポジションを作ってるからこそ、この攻撃が当たってると。そうなんです。それが世界最高峰のレベルだと。そうなります。いうことですね。この試合見て思いましたね。僕も結構無駄に引いちゃったりするんで、やっぱり。それが一個もねえなと。なるほどね。なんか、世界の試合展開がすげえ早いっていうか、スマブラ知らない人も、スマブラってこんなに早いゲームじゃないじゃんみたいな。確かにやったらわかるけど、動きめちゃめちゃ早いですよ。めっちゃバン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 っていうなんか攻撃当てまくってるみたいな。すごいんですけれども、そうなんですよ。それが結構ここがミソになってて、無理に下がらないというか、無駄引きをしない。なるほど。要は、無駄な動きがないっていうことでね。本当により洗練された。はあ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 。だから綺麗に引いて当てて引いて当ててっていうのもかっこいいというか、綺麗な動きにはなるんですけれども、相手のその当たらないというかギリギリの行動に対してもリスクをつけれるっていうのが、より試合展開が早く見える。なるほどね。例えばボクシングで例えるとしたら、相手のパンチをかわすときに、距離を取ってかわすんではなく、そのパンチをギリギリかわせるぐらい。そうです。髪が当たるぐらいの距離でかわした方が、次の行動にも移りやすい。っていうレベルの戦いが行われていると。まさしく。それがこのシーン。なるほど。まず1個ですね。レオのここが軍配が上がります。で、ここから、じゃあ1回どかしたんで、崖そのまま掴んで、で、ここで、ホムラちゃんにチェンジしてます。ひかりちゃんから。このキャラ、知らない人もいるかもしれないんですけど、2人のキャラを交換できる。そうですね。キャラクターになってると。で、今さっきまで使ってたひかりが、スピード系。で、コンボ火力を稼ぐためのキャラクターになってて、で、ホムラっていうのが攻撃力が高い、単発火力が高い。で、今、レオが 82% まで溜まってるんで、じゃあもう一発でも飛ばせるぐらいのパーセントだなっていうことで、チェンジをしてそのまま崖展開に向かいます。なるほど。で、これチェンジした直後に、MK レオ崖捕まってるので、ジャンプ上がりとかをケアするジャンプを置いてます。なんでここでジャンプ上がりをすると、これが当たるよっていう攻撃を置いてるような感じに見えたんですけど、私最初。ここでスパーゴが向かう位置っていうのが、なんとそのまま崖に向かうんですよ。ちなみに MK レオが崖を捕まった後に、無敵が発生しますよね、崖の。崖の無敵が、ここで切れてます。で切れたタイミングで、そのまんま、これ当たったら死ぬぜっていうメテオ技なので、下
下に飛んでいきます。はあ、ボーンと下に撃墜されてしまう。そうです、そうです。ジャンプ狩りをするのかと思いきや、そのまま崖を狩りに行く行動を突き刺す動きですね。これちょっと驚きました、本当に。ただ MK レオはそれを見てか、降りるタイミングと無敵を合わせるような、その場上がりを選択してこれをかわします。で、スパーゴは最速ガードを選択。これは攻撃上がりがケアできますね。なるほど、はい。で、最速ガード投げ。仕込んでます。これ投げ、この赤いなんかついてるよね、これピッて。そうです、そうです。これ投げです。投げ、はい。で、MK レオのその場上がりの無敵が噛み合ってたので、その投げは当たらなかったです。単純に外れたっていう感じ？そうです。この投げは。外れてます。タイミングが早すぎた。はい。で、それをさらにケアするために、その場回避も打ってるんですけれども、その場回避を打って、結論避けてます。で、次、レオの方が有利フレームあるんで、次、レオが投げに行きます。で、次は、スパーゴが回避。押します。かわしてます。投げ合いですね。2点3点と動く投げ合いから回避を通したスパーゴがそこに勝って下強攻撃を当てて上に飛ばします。これは確定ですか？これは確定してましたね。確定なんだ。なるほど。ただ回避した瞬間に確定とかじゃなくて、回避したらもうこの攻撃を打つっていう選択をすることで MK レオのミスを刈り取れるよ。すぐにその行動を取れば当たると。画面見せたらやべえです。回避したからこれ当てようっていう反応速度ではさすがにないと。ただ、ありえます。ありえるんだ。ありえます。このレベルだと。ありえます。なるほど。だとしたらやばいよ。普通にやばすぎない？普通にやばいです。これ当たりますね。で、これホムラちゃんのお得意コンボなんですけれども、空中へ攻撃まで当たりますね。ここまでコンボつながります。で、上飛ばして、じゃあここから着地展開になるんですけれども、レオは空中攻撃振った後に急降下できるようになるんですよ。いつでも急降下できるんですけど、このホムラちゃんの空中上攻撃が当たらないのを見て、ここで急降下入れてますね。なるほど。間合い管理抜群と。これはもう見てからだよね。当たらなかったから安全行動に移ろうということで、わざわざの隙があるところで急降下を入れたと。そうです、そうです。しっかりと急降下を入れて、で、ここでスパゴもそれを見越して急降下と。当たらなかったからね。で、この間合いで2人が同じ速度で落下します。で、レオが選択するのは、多段攻撃の空中ニュートラルぐるぐるぐるって剣回すんですけど、これですね。で、これは着地するまで判定あります。なるほど。ギリギリガードが間に合ったんですけど、ガードしきって、正面にいるんで、そのまま投げ。ここも1個スパーゴが打ち勝って、上に投げて、ここは空中へをジャンプでかわしますね。じゃあここから一番レオが楽な選択としては、そのまま着地できること。なので、それを許すまいと、こういう感じの間合い取りになります。なるほど。つまり、台に帰ったら、またジャンプが使えるようになるから、そのジャンプというタを潰すためにも、台に帰らせないようにラインを詰めてきたと。そうです。ただで返すことになっちゃうんで、そのまま置いちゃうと。それは許さないと。なるほど。あわよくば倒しきりたいところではあるんで、これでちょっとバリア選択と。こっち来んなよと。そうです。これは、レオが回避をしてた場合に当てたいやつ。ジャンプ使っちゃったんで、もう使えるものが回避でそのまま着地するぐらいしかないんです。なるほど、なるほど。これを選択を全部潰しきると、あとは崖を掴むしかないと。いうところで、このバリア張ってます。で、じゃあレオ崖掴みます。で、この位置。急降下で降りてきます。で、このポジション、レオは結構じっくり見てるんですよ、ここ。あんまり無理に上がらない。すぐ上がんなかったね。そうなんです。で、ここでガード張ります。で、このポジションすごい注目してほしいんですけど、さっきもあったじゃないですか。あったね。ありましたよね。その場上がりして回避みたいなシーンがあったと思うんですけど、そうなんですよ。その場上がりにぴったり合わせると、ちゃんと投げは入っちゃうんですね。で、攻撃上がりもここにいるんで、そのまま投げは入っちゃうと。で、ジャンプ攻撃上がりも、そのまま入っちゃうっていうのはガードができてるんで今ガードした後に投げとか攻撃を当てれるとか当てれちゃうし、ジャンプ攻撃したらジャンプ攻撃を見れるよっていうポジションがこれ最速でスパオが選択してる選択なんですけれども、じゃあ1個見れない選択あるんですよ。このポジションだと回避上がりだけ狩ることができないんですよ。そうなんだ。そうです。回避上がりって結局その場上がりが狩れる理由ってガードキャンセルで目の前にいる敵を掴むっていうのができるから。回避上がりだと後ろ向いちゃってるんでガード解除振り向いて何かをしなきゃいけない。
つまり、MK レオが今崖から回避上がりをすると、ホムラのキャラを超えて台側の方に移動するから、スパーゴは一回ガードを解いた後に振り向かなきゃいけないと。そうなんです。この振り向くっていう動作が入ることによって、技を当てるのがきつくなっちゃうと。そうです。ガード解除、振り向く。はい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 。っていうのができないので、それだけちょっとケアできないポジションにいる。はあ、なるほどなるほど。ですけれども、じゃあこれが、もし釣りだったら。ほう。MK レオは、このガードを見て、最速で回避上がりをまさしく選択するんですよ。はあ。MK レオって本当になかなか崖上がりで回避上がりしないんですよ。隙が大きいの。ただここはしっかりとその隙を見越して、回避上がりを選択するんですけれども、スパーゴは、後ろに飛んでます。やば。これは完全に回避上がりだけを見越した空中下攻撃。やば。チリ噛み合って。やばすぎんだろこれ。で、これジャンプして、これですね。なるほどね、そこに繋がると。そうです。これが確定しているので、ダーンとそのまま撃墜。これやばいわ。ちょっと前の展開長かったんですが、今んとこめっちゃやばいわ。一番注目したいのはここですよね。ガードして、しっかりと崖をつかませて、ここだけ見てますと。やば。これは完璧な釣りかなと。世界最高峰同士の戦いだからこそ、この選択を取ってくるでしょという、あえて隙を見せて、その行動を取らして、そこに対してしっかりと決めきる技を入れてきたと。そうしか見えないですね。そうとしか。じゃないと取れない選択肢だよね、あのジャンプ。絶対無理。そうだよね。だから MK レオでも回避上がりがしたくなるようなポジション取り。やば。釣り行動をうまくしてるっていう。レベル高すぎない？これやばいです。めちゃめちゃすごいわ。これが世界決勝なんで。あー、なるほどね。小村ちゃん、すごいっすよね。いや、すごい。めっちゃかっこいい今の読み合い。本当にかっこいい読み合いなんですよ、ここ。もう一回じゃあ当倍で見せてもらっていいですか？ OK です。普段早すぎてよくわかんないからさ。いや、そうなんですよ。やばい。ここもやばいっすけどね。やばいね。いやー、すごいわ。やばいわ。いやー、すごいわ、ここは。これはやばいわ。すごいわ。何回見てもすごい。もうやばいとすごいしかね、出てこない感想が。これ僕がここでピックアップしたかったところの1本目なんで。まだまだあります。覚悟はいいですか？はい。あ、よかったっす。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。